今日はレジンマニキュアフラワーの作り方を紹介していきたいと思います。マニキュアとワイヤーで作る繊細なお花のパーツはレジン作品やアクセサリーに添えるだけでぐんと華やかな印象になるとっても便利で使えるパーツです。マニキュアフラワーの作り方や形などはいろいろありますが、今回は私なりの作り方を紹介していきたいと思います。淡いホワイトとピンクをベースに5枚花の花びらが順番に重なり合ったとっても繊細で立体感のある仕上がりです。中央には V カットのラインストーンがキラッと輝きます。こちらは前回前々回と作った扇子のモチーフと金河新年をイメージした和柄のレジン作品です。ここで使っているマニキュアフラワー、大きいのと小さいの、こちらを作っていきたいと思います。ここの扇子についているのと和柄レジンの小さい方のお花が同じ大きさのサイズです。それではまずこちらの大きい方のお花から作っていきたいと思います。まず最初に 0.3mm の細いワイヤー、今回はゴールドを使用しました。このくらいの長さを切って準備をします。これで花びら1枚分です。で、こちらは普通のボールペンです。なんてことないボールペンなんですけど、ここの先の部分と、後ろの部分を使いますが、大きい方のお花はこちらの先端の方、ここの丸に合わせて、まずは丸を作っていきたいと思います。親指で、片方をしっかり押さえて、こちら側からワイヤーを押すようにして巻きつけていきます。準備ができました。そしたらこちらペンチを持ってここのワイヤー部分をねじっていきます。2本しっかり持ってくるっとペンチを回していくと、だんだんひねりが出てきてしっかりと巻きつけることができます。だんだんきつくなっていくので、回し続けていれば大丈夫です。先端の方までいったら取り出します。こういう状態で仕上がりました。こちらは今丸い状態なんですが、ペンチを1本入れて少し上にクッと引っ張ります。そうするとここに角ができますね。引っ張りすぎちゃったので、中からペンチで開いて元に戻します。今回こういう形で仕上げようかなと思います。花びらの部分少し尖った印象になる感じですね。そしたら、今度は指の腹を使って少しだけカーブをつけていきます。この時に立体感の出るお花を作りたいので、花びらの形は、少しカーブを描いて固定をしました。これで1枚の花びらが完成です。ここにスポンジに刺して準備をします。同じものを4枚作りました。合計5枚の花びらをスポンジの端の方に刺して、こういう感じで少し寝かせておくとマニキュア塗りやすいかなと思います。そしたら今回使うのはこちら OPI ファニーバニーというカラーとバブルバスというカラーです。今手元にあるのがこちらのカラーだけだったので、これなんですが、このホワイト少しクリームがかって、少し透明感のある印象です。あとこの OPI とっても塗りやすいんですが、マニキュアフラワーに使うとしては少し粘度が低めかなという気がします。真っ白なものでもいいかなと思ったんですが、こういう感じですね。これで作っても綺麗かと思いますが、こちらもサラサラしているマニキュアなので、ちょっと難しくなるかと思います。マニキュアフラワー作るときは使い古したマニキュアだったり、少し硬くなってしまったり粘度が高いものだと私は塗りやすいかなと思ってます。ですがカラーはこちらがいいので、これで挑戦していきたいと思います。それでは早速塗っていきます。ハケにたっぷりと、レジンじゃないですね、こちらマニキュアを取ってゆっくりと塗っていきます。
やはりサラサラしているのでなかなか難しいですね。はい、膜が張りました。膜が張ったら今少しスポンジをくるくる動かして全体に均等に膜が張るように動かしてるんですけれども、乾くまで、ある程度乾くまで少し動かします。で、ある程度決まってきたら次の花びらに移りたいと思います。たっぷり取ってハケを、ワイヤーに対して平行に滑らせる、ゆっくりとっていう感じですね。で、今回、斜めにカーブさせてるので少し難しいんですが、ゆっくりとハケを動かしていくと膜が張れますので、焦らずにマニキュアの膜を貼ってください。はい、こんな感じで、こちらもそろそろいいでしょうかね。そしたら、次の花びらに行きたいと思います。かなり薄い膜ですので、空気、風が当たるだけでも破れたりしますので、乾くまでは気をつけてください。こちらはすんなりと貼ることができました。ハケにたっぷりマニキュアを取ることがポイントです。はい、では、ここで一旦乾かします。乾かしている間にこちらの小さい方の花のパーツも作っていきたいと思います。今度はこちら側、後ろのさらに小さい方の丸を使って、輪っかを作りたいと思います。同じようにワイヤーをカットして準備したら親指で押さえます。そしたら、右手で巻きつけてペンチを持ってひねっていきます。2本同時にしっかり持って、くるくると回していくとだんだん締まっていくので、終わりまでしっかりと締めます。はい、こんな感じで出来上がりました。ちっちゃいですね。こちらはペンチだとちょっと太いので、ピンセットを使って先端の方に角度をつけたいと思います。こういう感じですね。もう少し引っ張ります。そして、内側からピンセットを入れてまた広げて形を整えていきます。こんな感じにしましょうかね。そしたら、同じように指の腹を使って少しカーブをつけていきます。もう少しつけますね。綺麗なカーブができるとこのくらいにしましょうかね。そしたら、同じように残り4枚作っていきます。引っ張ってカーブをつけていきます。内側からもう少し広げてこれくらいにしましょうかね。同じものを、作って5枚の花びらを作ります。1、2、3、4、5、はい、5枚花びらのパーツが出来上がりました。そしたら、こちらも同じようにスポンジに刺して準備をしていきます。端の方に、なるべく平行になるように刺していきます。準備が出来上がりました。そしたら、マニキュアを塗っていきます。こちらは小さい花びらのパーツなのですぐ塗れるかと思います。ゆっくりとハケを動かして膜を張らせたらスポンジを回しながら、均等になるようにマニキュアを動かしていきます。小さいとやっぱりすぐ貼れていいですね。パーツをワイヤーで作るのはちょっと大変なんですが、膜を張る時にはこちらの方がやりやすいです。これでもう1枚膜を張って少し回しながら均等になるようにします。いいですね。それではしっかり乾かします。しっかり乾いたら今度は薄いピンクを下の方、この辺りに少しだけ塗っていきます。ここでもまだマニキュアだけの膜なので、ハケを強く押し当てたり上から押し当てたりすると破けてしまうかもしれないので、ハケは平行にゆっく
くり優しく動かしてピンクのマニキュアをのせていきます。もう少しグラデーションにしたいので中央のところに少しだけ足しておきました。少し伸ばしていく感じですね。はい、これで乾かします。いい感じですね。桜の花びらっぽくなったかなと思います。この組み合わせだと桜っぽく見えますね。ではこちらの小さい方にも塗っていきます。もうちょんとのせるような感じで、少しだけ、同じマニキュアなので量をたくさんのせすぎると破けてしまいますので気をつけてください。しっかり乾いたら、レジンを塗っていきます。こちらもまだマニキュアだけなので、薄い状態です。レジン液を薄く筆に取って伸ばしていきます。ここも優しく、ワイヤーに平行になるようにレジン液を伸ばしていきます。こんな感じですね。はい、効果ができました。表側、裏側もしっかり塗ってください。それでは、パーツ外していきます。今回表側2回、裏側1回レジンを塗っておきました。強度が心配な方は、さらに厚みを出して、レジンをのせておくといいかもしれません。それでは、早速お花の形にしていきたいと思います。1枚ずつまずは指に挟んで、5枚合わせていきます。こんな感じでまずは指で持ってみるといいかもしれないですね。はい、そしたら、1枚1枚重ねて、配置をしていきます。ここでは厳密でなくて大丈夫です。この後ワイヤーを巻きつけてしっかり固定をしてから最終的な形を取るので大体で大丈夫です。右側の花びらを左側の花びらに重ねるような感じで持ちます。そしたらこんな感じになりますね。大体のイメージを決めたらこういう感じにしようかと思います。横から見るとこういう感じです。しっかりと指で押さえててください。はい、そしたら、またワイヤーをこのくらいで大丈夫ですかね。カットして親指に挟みます。片側。そしてもう片方を一気に巻きつけていきます。まずは一周して、形は崩れてしまうんですがあまり気にせず2周目3周目としっかり巻きつけてください。キュッと引っ張るようなイメージです。 2,3 回巻きつけたらさらにペンチでしっかりとワイヤーを引っ張っていきます。ぐーっと引っ張って、しっかり巻きつけて固定させるというイメージです。もう花びらぐちゃぐちゃですね。ですが、これで大丈夫です。押さえていた方の伸びているワイヤーも、しっかりと引っ張ってペンチを使って巻きつけていきます。両側からキューッと締め上げるようにしっかりとワイヤーを引っ張ってください。引っ張れるところまでぐーっと引っ張ります。まだ引っ張れそうですね。キュッと締める感覚があるまで、ワイヤーを引っ張ってください。そしたら、形を少しだけ整えていきます。形を整えながらワイヤーを締めていくという感じです。はい、そしたら残りの部分も、またキュッと締め上げていきます。引っ張ってまた花びらが形が崩れていくんですがここで少し調整をします。形を整えてすぐ動いちゃうんですけれども徐々に締め上げていくという感じなので、整えながらワイヤーを巻きつけて整えてまた巻きつけてという感じです。こんな感じでいいでしょうかね。はい、
したら、少しだけ花びらを縦に立てます。立体的な感じになるように少し立ててあげるとまたバランスも良くなります。そしたら横から今巻きつけた2本を持ってまたひねっていきます。同じように形を整えながら形を作っていきます。そしたら今巻きつけたワイヤーをさらにペンチを使って上の方に持ち上げます。どんどん締めていくという感じですね。これでかなり固定された状態です。形も、良くなりましたね。動かしても大丈夫なくらい、動かないくらいに固定がされました。そしたら真ん中中央のところにレジン液を1滴流します。下に流れるのをしばらく待って、そしたら V カットのストーンを乗せていきます。こちら平らなラインストーンでも大丈夫なんですが、中がくぼんでいるので V カットを使うとちょうど固定されるようになります。では硬化をしている間に小さい方のお花のパーツも作っていきます。まずは指に持って形を整えます。こういう感じでイメージをしておきます。ある程度重ねたら同じようにワイヤーを持って親指でしっかり固定します。右手で、2、3回くるくると巻きつけます。キュッと縛っていく感じですね。そしたらペンチでぎゅっと引っ張ります。お花の形を整えてまたペンチで引っ張っていきます。なかなか小さいのも難しいんですが、大きいお花と一緒で締め上げたら花びらをその都度調整していく、そしてまたワイヤーで締めていくの繰り返しです。このくらいにしましょうかね。そしたら今度は爪楊枝などちょっと細かいのでレジン液を1滴垂らします。こちらも下にレジンが流れるのを待って V カットのストーンを置いて硬化をします。かわいいですね。ちっちゃいお花です。では UV ライトの中に入れます。はい、硬化が終わりました。お花のパーツ完成です。硬化をする時もスポンジに刺しておくと、やりやすいかと思います。いいですね。そしたら、下の部分、何かパーツに巻きつける場合でしたら、このままワイヤーを使ってくるくる巻きつけると固定もできます。ですが、今回はパーツとして使用するので下をカットします。はい、もう少しカットしましょうかね。レジンで固定されているので割とギリギリまでカットしても大丈夫です。はい、こんな感じで仕上がりました。可愛らしいですね。このお花すごく好きです。では同じように小さい方もカットしていきたいと思います。こちらもニッパーでしっかり飛ばないように覆っているんですけれども、ちょっと見えなくて申し訳ないんですが、カットしてこんな感じで仕上がりました。いい感じですね。はい、これでマニキュアフラワーのパーツ完成です。この大きいのがこちらの和柄レジンに使っていたもので、こちらはエッセンスの方に使っていたものです。こういう感じでレジンの作品に1つ2つ添えてあげるだけですごくゴージャスな印象になるかと思います。一つ作り方を覚えておくととっても便利かもしれません。裏はこんな感じになっております。立体感があって花びらの重なり具合もうまくいきました。こちらかなり繊細な作りになっているので強度が心配な方はさらにレジンでコーティングするといいかもしれません。
これ爪に乗せたくなる大きさですね。ですがきっとすぐに壊してしまうので、多分ネイルには向かないかなと思います。こんな感じで仕上がりました。パーツがない時にも、こういったお花のパーツ作ることできますので、ぜひ皆さんも作ってみてください。レジンマニキュアフラワーの作り方でした。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。